はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。リップル社裁判の略式判決が最悪の場合9月になるとの予想を動画でコメントということで、おなじみのジョン・ディートーさん、弁護士の方ですね、こちらの方がですね、このYouTube チャンネル、12万人登録者されてる、シンキングクリプトのですね、YouTube チャンネルの方で、このトニー・エドワードさんがですね、インタビュアーになって、動画の方ですね、答えられてて、そちらの方がですね、YouTube 上にアップされましたので、僕の方でですね、翻訳の方をまとめてみました。はい、こちらがね、その動画になります。Oh, thank you, Tony. It's always a pleasure to be on with you. You know, I'm a big fan of you and your mom. はい、でですね、こちらの動画の方のポイントになりますけども、最初にようやくまとめということで、まずトーレス判事の判決への期待は大きい。元 SEC 職員のマーク・ファゲル氏は、SEC は勝てるはずだが負ける可能性もあると考えている。トーレス判事は今から9月の間に、判決を下す予定だ。リップル事件におけるゲイリー・ゲンスラー氏の勝利は SEC 史上最大のものとなるだろう。SEC が勝てばゲンスラー氏の立場と仮想通貨規制へのアプローチが正当化されることになる。SEC が敗訴すれば、訴追は不当で同社に経済的損害を与えたと評価が主張するだろう。ディートン氏はビットコインと暗号通貨の可能性のために戦い、分散型正義を支援することに引き続き取り組んでいますということでですね、内容の方を共有の方をしていきたいと思います。はい、で、トーレス裁判官の判決に期待する声が高まっています。それが今日起こるかもしれないし、来週起こるかもしれない。あなたの考えは、近いうちに何かあると思いますかってトニー・エドワードさんがですね、ジョン・ディートーさんの方に質問されてまして、で、それに関してですね、私の暗号法の番組にジェレミー・ホーガンと、共に出演したマーク・ファゲル氏は、元 SEC の支局長で、SEC を知り尽くした人物ですが、興味深いことを2つ言っていました。彼は2つの興味深いことを言いました。一つは SEC が勝つはずだと思ったが SEC が負けるかもしれないと考えていることを言ったことです。SEC が勝つべきだと思ったが SEC が負けるかもしれないと思ったという、これは興味深いことです。そして、彼は今にも決定が出るだろうとも考えているとも言った。私は今日までに決定が下されると予想していたのだが、もし夏までかかっても驚かないと私は述べたはずだ。しかし、6月になってもまだ審議中だとしたら私は驚くだろう。だから私は今日決定が出るかもしれないし、来週決定が出るかもしれないと考えていますと。で、私は XRP ホルダーに最悪の場合9月になることを確信していると話していますし、最悪の場合というのは来年になると考えている人たちもいるからですと。でもし9月30日になっても決まらなかったら、議会に報告して、この極めて重要な決定について9ヶ月間、決定を待っていたが、まだ決定していないと言わなければならない。この件は世間に恥をさらしているようなものだ。裁判官は自分が無能だと思われるから、その候補には入りたくないだろう。自分の仕事をしていない、勤勉でないと思われるからですと。だから私はトーレス判事が、自分がその対象になることを決して許さないと確信していますと。で、それがクリスマスでもなく、1月でもなく、今から9月までの間だと言える自信につながっているんだと。で、来週だといいんだけど、いいニュースだったら明日だといいんだけど、今日中に彼女が何かしてくれるかもしれないと期待していますと。ただこれは誰にもわかりませんと。私は正直なところ、この判決に腹を立てている人がいることを知っていますと。しかし私が感じたのは、この決定がアメリカの金融市場にとってどれだけ大きなものかということですと。で、イーサリアム XRP は暗号全般をカバーするものであり、非常に大きな決断になりますと。SEC が勝てば、ゲイリー・ゲンスラーはこれをSEC 史上最大の勝利とするつもりだろうと。SEC が負けた場合は LBRY で1勝し XRP で1敗したことにするつもりでしょうと。LBRY は XRP 社と同様ですね、SEC に訴えられた企業になります。
そしてそれを同一視して大したことはないと言うでしょうと。事実と状況がそれぞれのケースでは異なりますと。でもし SEC が全面的に勝利すれば、ゲイリー・ゲンスラーは正当性を証明することになる。そう、それは全て証券なのだと。エリザベス・ウォーレンを想像できるか。これは暗号通貨否定派の方です。議員の方ですね。エリザベス・ウォーレンを想像できるかと。エリザベス・ウォーレンがリップルの件に関して話すのを聞くことになると。ブラッド・シャーマンもそうだと。これはただ、もし SEC が勝ったらの話ですと。でも、もし、SEC が負けたら、トム・エマーズやウォーレン・デビッドソン、パトリック・メンリーやフレンチ・ヒルがこう言うでしょう。これは共和党の議員、肯定派の人たちですね。あなたはこの会社に2億ドルの損害を与えた。あなたはやりすぎだ。詐欺事件ではなかったのに不当に起訴してしまったと言うでしょうと。で、最初にピアツーピアについて、ジョン・ディートさんが読んだとき、私の母はデトロイトのアメリカで最悪の都市の一つ、ミシガン州のインナーシティでシングルマザーでしたと。私は生活保護で育ちました。実際、母は40代になるまで銀行口座を持っていませんでした。政府が生活保護のための直接入金を始めた時になって初めて口座を開けたのですと。インナーシティにチェックキャッシングの場所があるんですよ。そこに行って 15% とか手数料取られるんですと。そう、私の母はチェック口座に50ドルも持ってる、50ドルも持っている余裕がなかったのですと。食べ物などに必要なお金を節約するためには全てのお金が必要でしたと。だから私がビットコインを考えたとき、私はアンバンクと銀行口座を持たない人々のためのもの、まさに私の母みたいな人、あるいはナイジェリアの誰か、ブラジルの誰かが帽子を作って、スマートフォンを手に入れてウェブサイトを作って経済や資本主義に参加できるんだと思ったのですと。だから私はこのコンセプトに夢中になりましたと。しかし、残念ながら現実はそうはなっていませんと。まだですね。でも私はまだそれの一部の約束を信じています。だから戦い続けるつもりですということですね。意見の方で共有の方をしてくださいました。だからね、皆さんもね、リップル社のね、略式判決、非常にね、判決日いつになるんだろうとね、心待ちに待ってる方もいるかと思います。6月とかね、9月とか、日にちの共有の方はあるかと思いますけれども、これに関してはですね、局の家は裁判官しか日程の方はわからないと思いますので、また略式判決に関してはまだ下っておりませんので、僕の方でもまたですね、直近の方で情報の方出ましたらですね、日々随時まとめて配信の方をしていきたいと思います。はい、ということで、僕の方で今ですね、リップル関係と SEC 関連ですね、あとフレアネットワークス関連、ソロジェニック、コアリウム、イノス関連ですね、すべて海外の方から毎日情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画の方もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画も見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方にですね、僕の公式 LINE のリンク貼っておきますので、何か気になることと知りたいこととですね、あとわからないことも含めですね、何かありましたらそちらの方にご連絡いただきましたら僕の方でご対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINEの登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら LINE の方からお問い合わせいただければ僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。